今から話すのは少し奇妙な物語。噂によると、この町には特別な劇場があるそうだ。劇場に名前はなく住所もない、ひっそりと人々の夢に現れるのみ。そしてその演劇を鑑賞した人は皆行方不明となった。今回劇場で目を覚ましたのはか弱い少女。劇場の扉はゆっくりと開かれ、舞台上の演者たちは配置につく。現実から消えた人々はここにいたのだ。彼らは笑って少女を迎えた。しかし次の瞬間、彼らの笑顔は固まる。その少女が一人じゃないと気づいたからだ。かくれんぼ開始ね。体の支配権を得た声援のニュクスは自由に力を振るうことが可能となった。重厚な鎌も鋭い爪もゼーレは思うままに操れる。さらに石魂という力によりその破壊力は驚異的なものとなった。大釜で通常攻撃を行うと石魂を獲得する。4撃目では敵を吸い寄せ、攻撃をやめると攻撃回数を増やすことができる。 QTE もしくは回避スキルを発動することでも石魂は獲得可能だ。石魂が上限に達している場合は EP に変換される。石魂を全て消費し、敵に接近してチャージ攻撃を放つ。石魂の数をもとに氷ダメージを与え EP を回復する。石魂を6個消費した場合、追加で敵に凍結と減速効果の付与が可能だ。通常状態時は通常攻撃とチャージ攻撃で石魂の獲得と消費をすることで EP を素早く貯めよう。さあ、私を楽しませなさい。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている。赤い瞳に敵は震え、その爪に引き裂かれる前に悪夢から目覚めたいと願うだろう。必殺技で爆発状態に入り、敵に氷ダメージを与え量子シールドを破壊する。さらに最大5体の敵に悪夢のトゲを付与し、敵の血縁効果を断ち切る。そのうち1体の敵がダメージを受けると、同効果を持つ敵にもダメージを与えることが可能だ。爆発状態のゼーレは爪で戦い、与える氷ダメージと攻撃範囲がアップする。また攻撃ボタン長押しで石魂を消費し、チャージ攻撃を連続発動できるぞ。必殺技ボタンを再度タップすると、ニュクスが眉を破る時が発動し、爆発状態を解除する。さらに EP が十分ある時、追加消費することでダメージアップが可能だ。悪夢の舞台にいるゼーレは非常な破壊者であり、血縁を持つ敵にはまさに悪夢だ。戦闘開始後、通常攻撃とチャージ攻撃で EP を貯めたら必殺技を発動し、チャージ攻撃の連続発動で敵を切り裂くといい。最後はフィニッシュスキルで敵を一掃するのだ。あれ以来、夢の劇場に関する噂は実証のしようがない都市伝説となった。稀に話題に上がっても夢の情景は変わっている。人形を操る糸は断ち切られ、その死体は不気味な背景の一部となっていた。そして中心に立つ少女は不可思議な劇場でもう一人の自分を演じている。